こんにちは、みるみるです。この動画ではもうすぐブースターパック第2弾西と東のコンタクトの発売を控えたコナン TCG のルール解説動画となります。特にコナンは大好きだけどカードゲームはプレイしたことがないという人でもバッチリわかるように解説します。コナン TCG の最大の特徴は相手を打ち負かすのではなく自分の事件を相手よりも早く解決するのが目的となっています。これ以外の勝利方法は現在存在せず、キャラをいくら倒してもデッキ切れにしても勝利にはなりません。さて、ルール解説の前にまずは今までコナン TCG で発売された商品をご紹介します。まずは記念すべきサービス開始の2024年5月4日、スタートデッキとブースターパック第1弾探偵たちのジョーカーが発売されました。青はコナンをはじめとした毛利探偵事務所や少年探偵団のキャラが中心、緑は平次を中心とした和葉や大岡もみじ、さらには関西のキャラクターが中心です。白は怪盗キットをはじめとしたマジックカイトでおなじみのキャラクターが中心です。赤は赤井さんを中心とした FBI や赤池が中心です。黄色は安室さんが担当しており警察や公安が中心ですね。そして黒は黒の組織のキャラが務めているのですが、現在はデッキの主役にはなれずゲームをかき乱すトリックスターとしてデザインされています。さらに2024年6月29日テーマデッキハットリー 1vs 怪盗キットが発売されました。スタートデッキよりもやや取り扱いが難しいデッキですが、収録カードによってハットリエイジと怪盗キットが強化されました。そして2024年7月27日にブースターパック第2弾西と東のコンタクトが発売されます。ルール解説動画で詳しく解説しますが、新たな色の事件カードも登場しますので、今まで作れなかったデッキが作れるようになり、すでに様々なデッキの研究が始まっています。また8月から勝敗によって商品が提供されるチャレンジ戦が開始します。競技性が高まりデッキの選択肢が増える直前の今こそコナンカードゲームを始めるチャンスです。おっと、では場面を変えましてルール解説編に移ります。対戦動画では 1.5 段環境で活躍した青タンと緑白デッキを使用します。対戦内容はルール解説向けに構成したものですが、安定感のある青タンと爆発力のある緑白の戦いを見ていただければと思います。いろいろ紹介しつつプレイを見た方がイメージがつかみやすいと思うので、実際のプレイを見せつつゲーム進行をご紹介します。今場に置いたのはデッキですね。デッキは40枚ちょうどで作ります。それ以上でも以下でもダメです。また同じカードは3枚まで投入できます。一見全く違うようなカードでも同じカードとして判定される場合があります。左下のカード ID が同じならばイラストが全く違っても同じカードとして扱われますので注意しましょう。続いてはデッキに入れずに使う事件カードです。例外はありますが基本的に左上の色のカードしか使えないとまずは思ってください。フィールドの左上に裏向きで置きます。そして自分と一緒に事件を解決に導くパートナーカードです。様々なキャラのカードがありますが、現在は能力差がないのでお気に入りのキャラを使用しましょう。フィールドの中央に裏向きで置きます。おっと、事件編解決編マーカーを忘れていました。まずはじゃんけんで先攻後攻を決めます。コナン TCG はじゃんけんに勝った方が先攻を必ずプレイするというルールです。先攻の方がまずはデッキの上から5枚を手札として取り任意の枚数デッキに戻し引き直しができます。公式用語ではないですが他 TCG の用語からあやかってマリガンと呼ばれることが多いですね。今回は3枚引き直しました。基本的に最低でもレベル2のキャラが1枚手札にあるようにすべきですね。先攻の手札の引き直しが終わると次は後攻の手札の準備と引き直しを始めます。相手も3枚の引き直しを行うようですね。戻した後はデッキをシャッフルして引き直すんですよ。意外とデッキ下に戻して引き直す方がいたりするので、公認戦だと相手プレイヤーにデッキのカットもしくはシャッフルを依頼しますが、今回の動画ではその手順を省きます。お互いの手札の引き直しが終わったら裏側に置いてあるパートナーカードと事件カードを表向きにしてゲーム開始です。自分が先攻の場合、事件カードの右下を後攻の場合は事件カードの左下の数字を隠すように事件編マーカーを置きます。ではまずデッキからカードを1枚引きましょう。
その後デッキの上のカードを1枚ファイルエリアに置きます。ドロー後はファイルを2枚置けるのですが、先行1ターン目のみ例外で1枚しか置くことはできません。そしてパートナーカードをファイルエリアに移すアシストを行います。ファイルが2枚になったので手札のレベル2の毛利蘭を登場。今何が起きたかわからなかった？確かに一気にやっちゃいましたね。ちょっと巻き戻します。まずファイルを置いた盤面、ファイルとは何かというと、現在マニュアルファイルの枚数以下のレベルを持つカードを手札より1ターンに1度使用できます。レベルはカード左上の数字になります。レベルが高いカードの方が強力ですが、そればかり入れると序盤は何もできないのでデッキ構築の腕の見せ所ですね。しかし先行1ターン目はファイルが1枚のみ、ほとんどプレイするカードがありません。しかしここでパートナーカードの能力を使います。パートナーカードは3つの能力を持っており、いずれか1つを使用することができます。まずは推理これは証拠を1つ得ることができます。続いて今回言ったアシストになります。パートナーカード自身がファイルエリアに移り一時的にファイルの枚数の1枚になります。そして勝利宣言とも言うべき事件解決になります。証拠が規定枚数あり事件が解決編になっていれば事件解決を宣言できます。1ターンにこの3つのうちいずれかしかできないので、パートナーカードの推理で証拠が規定数になってもそのターンは事件解決を宣言ができないのが注意すべきところですね。さてパートナーカードがファイルエリアに行ってくれたので、ファイルエリアの枚数が2枚になりました。これによりレベル2の毛利蘭が登場します。登場したキャラは推理やアクションのいずれかの行動ができるのですが、現場に出たばかりのターンは名乗り状態といって、名乗っているセイナのかなにも行動ができません。行動できるのは次のターンからになります。そしてキャラを登場させるもしくはイベントカードを発動させる手札の使用は種類を問わず1ターンに1枚のみ。もうできることがなくなったので相手にターンを移します。では相手のターンです。ドローして後攻1ターン目以降は毎ターンファイルエリアにカードを2枚置きます。相手もパートナーカードをアシストしました。ファイルは3ですね。レベル3の服部静香が登場しました。相手のキャラも名乗り状態なので何も行えませんね。ターンが返ってきました。まずはスリープ状態のカードをアクティブにします。パートナーカードがファイルエリアにいたならパートナーカード置き場に戻します。デッキから1枚ドロー、そしてファイルを2枚置きます。ターンが進むにつれ使えるカードが強力になります。さて再度パートナーカードをファイルエリアに移してファイルを4にします。レベル4本堂英介の登場。本堂英介は推理を行うと強力な効果が発動するのですが、現在は何もできません。しかし前のターンに出した毛利蘭は行動ができます。攻撃を意味するアクションか推理を行えますか。アクションはスリープ状態のキャラか証拠のある事件にしかできないためアクションは行えません。なので残った選択肢である毛利蘭をスリープ状態にして推理を行います。推理はキャラが行える行動の一つです。キャラをスリープにして推理を宣言します。スリープというのはキャラを横向きにした状態のことです。推理をするとキャラカードの右下の LP の数字分証拠を得られます。毛利蘭の LP は1なので1枚証拠を得ることができますね。ということで証拠としてデッキの一番上のカードを事件カードの上に重ねます。事件解決に必要な証拠の枚数は事件カードに書かれています。現状の全ての事件カードにおいて先行は証拠が7枚、後攻は6枚の証拠を集めればパートナーカードをスリープして事件解決を宣言できます。手札も使いましたしすることがなくなったのでターンエンド。相手もパートナーカードを戻してファイルを置きます。おっと、ここでイベントカードお守りを発動されました。手札の使用はキャラの登場だけでなくイベントカードというカードも使用できます。このお守りというイベントカードはデッキの上から3枚めくりキャラを手札に加え、さらにその後現在のファイル以下のキャラを手札から登場できる強力なカード、レベル8の服部英二を手札に加え、レベル4の大岡もみじが登場しました。この大岡もみじ派登場時に発動する効果を持っており、デ
デッキの上4枚をめくり、そのうちの緑のカードを手札に加えた方手札を1枚リムーブする効果を持ちます。2連続で手札入れ替えのカードを使い時のターンで一気に仕掛けてくるつもりですね。手札に加えるのは2枚目のレベル8ハットリエイジ。手札のレベル2のキャラを捨てて強力なカードに入れ替えましたね。相手は服部静香で毛利蘭にアクションを宣言。キャラへのアクションが通るとそのキャラ同士の戦いが始まります。この戦いのことをコンタクトというのですが、2枚のキャラの AP を確認して判定します。今回は AP3000 の服部静香が AP1000 の毛利蘭にコンタクトを仕掛けた形になります。 AP の高い方が勝ちます。 AP が同じキャラ同士の場合はコンタクトを仕掛けたが勝ち受けた側が負けます。なのでコナン TCG はアクションを宣言した方が有利なゲームと言えます。他のカードゲームと比べても独特の処理なので最初は混乱するかもしれませんが慣れていきましょう。コンタクトによって負けた毛利蘭はリムーブエリアに行きます。服部静香はキャラにアクションを宣言した際に1枚ドローした後1枚捨てる手札入れ替えの能力を持っています。手札を入れ替えて緑のパートナーカードで推理を行ってターンエンド。ここで本能エース手にて推理。パートナーカードと同じくキャラカードでも推理を行い証拠を得ることができます。本能エース手は推理を行うとデッキの上を2枚めくって特徴探偵を持つキャラを1枚まで手札に加えられます。特徴とはカードの右上に書かれている情報のことですね。特徴探偵を持つ毛利小五郎がめくれたので毛利小五郎を手札に加えましょう。そして手札に加えた毛利小五郎を登場させましょう。毛利小五郎はパートナー青の場合突撃を持っています。突撃を持ったキャラは登場したターンにアクションができます。突撃持ちは中盤から終盤にかけて活躍する重要なキャラカードです。パートナーで推理してターンエンド。では緑のターン。ファイルが6になりさらにパートナーをアシスト。ファイルがアシスト際にアシスト含めて7枚以上になった場合事件マーカーを解決編に裏返します。緑の事件は緑と白が使えるフェアリーリップに色の色を使える事件は解決編になった際に相手にドローをさせる効果があります。レベル7の京極誠が登場します。京極誠は突撃キャラを持っています。毛利小五郎がキャラ、事件ともにアクションできる単純な突撃に対し京極誠はキャラのみに突撃できる突撃キャラです。毛利小五郎へアクション。さらに大岡もみじで本堂エース系アクション。ここでカットインを発動。カットインはキャラ同士の戦いともいえるコンタクト中にお互い一度打てるパワーアップのことです。カットインの詳細なルールは別動画にて公開していますので詳しく知りたい方はそちらを参照ください。とりあえずカットインにより本堂エイスケがパワーアップして負けてしまうコンタクトを耐えることができました。ではここから反撃に移りましょう。パートナーでアシストしてファイル数が8となったので解決編に入ることができます。再び本堂エイスケを推理して効果を使用しましょう。工藤新一が2枚めくれました。今回はレベル6の工藤新一を手札に加えます。そしてレベル1イベントカード小さくなった名探偵を発動。デッキ上3枚をめくり青のキャラ1枚を手札に加えさらにファイル以下の青キャラを手札から登場できます。コナンを手札に加えレベル8のコナンを登場させます。そしてネクストヒントを使います。ネクストヒントとはファイルの一番上のカードを手札に加え直後に手札の使用ができます。ネクストヒントによってレベル7の毛利蘭が登場しました。レベル8のコナンはネクストヒントによって使用した手札のレベル以下のキャラをデッキ下に送れる強力な効果を持っています。今
レベル7の毛利蘭を出したのでレベル7の京極誠をデッキ下に送ったという盤面になります。そして毛利蘭の能力を発動します。毛利蘭は手札を1枚捨てることで突撃と AP 足す1000を得られます。突撃を得た毛利蘭で大かもみじアクション。毛利蘭はキャラをコンタクトによってリムーブすると1枚ドローできます。そして続けてネクストヒントを使います。ネクストヒントはファイルがあり続ける限りは何度でも行えます。工藤新一が登場。工藤新一は自らをデッキ下に戻すと LP0 のキャラをスリープからアクティブに戻ります。毛利蘭がアクティブに戻ります。アクションできるアクティブのキャラは1ターンに何度でもアクションできます。毛利蘭で今度は事件にアクション。ネクストヒントは使うとファイルが減るためほどほどにコントロールしながら使う必要があります。ではターンエンドします。相手はアシスト込みでファイル9。何が出てくるでしょうか。レベル8の服部英二が登場。相手も当然ネクストヒントを使用。また別のレベル8の服部英二が登場。さらにネクストヒント発動。レベル7遠山和和が登場。さらに3回目のネクストヒントを発動。ここでイベントカードへ維持の洞察力を発動。ここでカズワをスリークさせることによって能力が発動。平時に突撃を与えることができます。突撃を得た服部英二でもリランへアクション。平時はキャラとコンタクトした際にターンに一度自力でアクティブに戻れる能力を持っています。毛利蘭がリムーブされてしまいました。こちらの服部英二は事件が緑白ならば自力で突撃を得ています。近藤英介アクション。こちらの平時はアクション時にリムーブの AP カットインを手札に加えることができます。近藤英介もリムーブしてしまいました。ターンが返ってきました。ここから勝利できるでしょうか。現在ファイル7。ちょっとこのターンでの勝利は難しそうなのでパートナーカードをアシストに回ってもらいます。そしてレベル8の工藤新一が登場。工藤新一は登場時手札をリムーブすることで相手の現場キャラを1体リムーブできます。強力な服部英二をリムーブさせます。追いかけるように毛利蘭が登場。再び毛利蘭の手札をリムーブすることで突撃を与える効果を使用。毛利蘭で服部英二へアクション。相手もここは正念場。守るためにカットインを使用。しかしこちらもカットインを使用。お互いカットインを使用しましたが毛利蘭の勝利。毛利蘭がキャラを倒したので1ドローします。ターンを返します。相手も巻き返すためにパートナーカードをアシストに使います。再度手札より服部英二が再度登場。ネクストヒントを使用。ここで迅速を持つレベル7の服部英二が登場。遠山和和によって服部英二に突撃を再度与えます。突撃を得た服部英二で毛利蘭にアクション。毛利蘭がリムーブされてしまいました。この服部英二はアクティブキャラを指定してアクションできる特殊な能力を持っています。本来ならできないはずのアクティブキャラへのアクションを宣言できます。ここで工藤新一はリムーブされたくないのでカットインを使用します。相手もカットインを使用してきたら厳しかったですがなんとか守ることができました。そして出したターンにアクションと推理が行える平時が事件へアクションを宣言。証拠がリムーブされます。おっとひらめきですね。ひらめきを持つカードが証拠からリムーブした際そのひらめきの能力を使用することができます。このカードのひらめきは1ドローですね。相手のターンエンド。さあ事件解決を目指しましょう。
ずは LP2 の工藤新一で推理。証拠が2つ載ります。そして迅速のコナンが登場。迅速は登場したターンにアクションと推理ができます。今回は推理しましょう。証拠が7枚になりましたので、パートナーカードをスリープして事件解決を宣言します。おめでとうございます。青の勝利です。いかがだったでしょうか。今回はコナン TCG 第2弾発売直前の環境上位の青タンと緑白デッキを使いつつ、一通り基本的なルールを使用しながら対戦構成をしてみました。ルールブックやプレイシートを見ながらじっくり慣れていきましょう。それでもよくわからない部分はコナン TCG 公式カードルール相談コミュニティに相談すると回答が返ってくると思いますので、ぜひご活用ください。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。